情報過多のこの時代にあなたに代わって知っておくべき本質を抽出する今日の深掘りセッションへようこそ。はい、よろしくお願いします。今日もかなりディープな話題が揃っていますね。そうなんです。今日のテーマは現代のアプリ開発とかプログラミングの裏側にある見落とされがちな真実についてです。なるほど。用意されたソースも結構多岐にわたっていますよね。そうなんですよ。ある個人のオープンソース活動の振り返りから始まって、ポストグレス QL の高度なデータベース設計、さらには生成 AI の運用コストを劇的に下げる最新アーキテクチャまであります。一見するとバラバラのトピックのように見えますが、でも実は協力やつながりがあるんです。私たちのミッションは AI やツールがどれほど進化しても最終的にスケーラブルで安全なシステムを作るのはやっぱり人間の設計思想なんだというテーマのもと、これらがどうつながっているのかを解き明かすことです。はい。AI 時代だからこそ人間の泥臭い部分がシステム設計にどう反映されるかが鍵になりますね。よし、これらを紐解いていきましょう。まずは全てのシステムの土台となる個人の成長と開発への動機についてです。ある開発者の方のオープンソース活動の振り返りですね。ジャック中華氏のエピソードです。そう。この方の話すごく面白くて、たった1年前は GitHub に何も公開していなかったそうなんですよ。全くのゼロからのスタートだったわけですよね。それが気づけば1年で20以上の OSS を公開して、合計で200以上のスターを獲得したというんですから驚きです。なかなかできることじゃないですよ。でもその原動力が非常に興味深いんですよね。そうそう。ご本人も率直に語っていますが、AI への興味と、あと何より下心だったと。下心ですか。非常に人間らしくてリアルな動機ですよね。いやー、正直でいいですよね。この極めて人間的で泥臭い動機が結果的に高度な技術習得のトリガーになっているっていう。実は別はエンジニア、メッシー氏のケースも根本的な部分は同じなんですよ。ネットワークスペシャリスト試験の話ですね。はい。彼はもともとはアプリ開発がメインで、インフラとかネットワーク領域については、ご本人の言葉を借りれば、プライベート IP とグローバル IP の違いもわからない状態だったそうです。そこからのスタートって結構大変じゃないですか。大変だと思いますよ。でも、業務でどうしても必要に迫られて、そこから地味な学習を重ねた結果、最終的にネットワークスペシャリスト試験に合格するレベルまで知識を深めたんです。すごい執念ですよね。これって動機が下心であれ、必要に迫られた焦りであれ、強固なスキルに結びつくっていうことですよね。まさにその通りです。なんていうかこれって自転車の補助輪を外すときと同じだなって思うんです。補助輪ですか？最初はとにかく転びたくない、痛い思いをしたくないっていう恐怖。一種の下心みたいなものが原動力じゃないですか。でも必死にバランスをとっているうちに気づけばどこでも自由に行けるようになっているっていう。なるほど。不純な動機や恐怖が本物の技術や自由を育てたわけですね。非常に適応した例えだと思います。ありがとうございます。テクノロジーの進化全体も結局はそういう人間の欲求の産物ですよね。より快適になりたいとか面倒なことをしたくないという強い思いですね。最近の Google 日本語入力のアップデートもその文脈で捉えることができます。MacOS 版のバージョン 3.33 のニュースですね。はい。ついに Apple シリコンにネイティブ対応して、ロゼッタ2のエミュレーションなしで利用可能になりました。ユーザーからすると文字入力がちょっとスムーズになったかなくらいの違いかもしれないですね。そうかもしれません。でも開発者視点で見れば、インフラの間に挟まっていた翻訳機、つまりロゼッタ2という摩擦を取り除いたわけです。ハードウェアの性能を直接引き出せるようにしたんですね。これも結局は開発者自身のボトルネックを揺れせない、より純粋で高速な環境を作りたいという執念の結果なんですよ。なるほど。そうやって個人が確かな知識とスキルを身につけ、インフラの摩擦をなくしていく。でも次に直面するのは、チームで複雑なシステムを作ったとき、いかにして人間のミスを防ぐかという問題ですよね。はい。そこが個人開発とチーム開発の決定的な違いになります。というわけで、ここから少しシステムの裏側にそごっていきましょう。SaaS アプリとかでよくあるデータ分離の課題ですね。はい。複数のお客さんが同じデータベースを共有する、いわゆるマルチテナントの設計についてです。Django なんかのフレームワークを使っていると、よくあるアプローチは、アプリケーション側のコードで毎回フィルターをかけることですよね。そうですね。例えば、請求書データを取得するときは、必ずリクエストを送ってきたユーザーのテナント ID で絞り込むといった具合です。ユーザーが A 社の人なら、A 社のデータだけを返す。
これってすごく直感的ですよね。何がそんなに危険なんでしょうか？それが開発者が絶対にフィルターを書き忘れないという希望的観測に完全に依存しているからなんです。希望的観測。通常の API エンドポイントなら忘れないかもしれません。でも、セレリーのような非同期のバックグラウンドタスクや、ちょっとしたデータ集計のための生の SQL クエリーだったらどうでしょう？深夜に眠い目をこすりながら書いたりすると。そうです。人間は必ずミスをします。たった一箇所でもフィルターが抜け落ちれば、他の他社の機密データが競合の画面に丸見えになってしまう。いわゆるIDOA、安全でない直接オブジェクト参照の危険性です。それは恐ろしいですね。ここからが本当に面白いところなんですが、つまりアプリレベルのフィルターは全員が鍵をかけ忘れないことを祈るドアみたいなものですよね。まさに祈りのセキュリティです。誰か一人が鍵をかけ忘れたら、もう泥棒が入り放題になってしまう。じゃあ、テナントごとにデータベースのスキーマ自体を物理的に分けてしまうアプローチはどうですか？ジャンゴテナンツみたいなライブラリーでよく聞きますけど。物理的に部屋を分けるようなものなので、データ漏洩の観点からは確かに安全です。でも、今度は運用面で限界がきます。限界ですか？テナント数が50社くらいまでならいいんですが、500社を超えてくると悪夢が始まります。データベースに新しいカラムを追加するマイグレーションの処理時間がテナント数に比例して1000形に増加してしまうんです。500回も同じ変更処理を回すわけですか？それはきついですね。さらに、ポストグレス内部のカタログデータが肥大化して、ただの検索すら遅くなってしまうという欠点もあります。そこで解決策として登場するのが、今回のソースにあるポストグレスローレベルセキュリティ、通称 RLS なんですね。はい。Django RLS テナンツというライブラリーを使ってこれを実現します。つまり、アプリレベルのフィルターが乗るドアなら、RLS は誰が通ろうと自動でロックされるオートロックのドアということだね。その例えは完璧です。RLS の最大の特徴であり、最も重要な概念がフェイルクローズドである点です。フェイルクローズド。失敗した時に閉じるですね。もしアプリケーション側で誰がアクセスしているのかというコンテクストの設定をうっかり忘れてデータベースにクエリを投げたとします。従来なら全データが返ってきて大惨事ですが、RLS だとどうなるんですか？ RLS を適切に設定していればデータベースは0行を返します。つまり何も見せないんです。完全に遮断されるわけですね。そうです。ユーザーの画面にはエラーが出たり空白のページが表示されたりするでしょう。開発者としてはバグを出して冷や汗をかくかもしれませんが、他の他社の機密データが漏洩してニュースになるよりははるかにマシな失敗です。なるほど。設定を忘れたら全てを閉ざす。人間は必ず鍵をかけ忘れるものだから、最初から鍵がかかっている状態をデフォルトにするわけですね。そういうことです。これがセキュリティの根幹となる思想です。いやー、データベースでセキュリティの基礎を固めたとしましょう。では、今話題の AI によるセマンティック検索、いわゆるベクトル検索をこのデータベースにどう組み込むのか、ここを見ていきたいんですが。スプリングブートと PG ベクターというポストグレ SQL の拡張機能を使った事例ですね。ここでもフライウェイというツールを用いたマイグレーションの過程が非常に示唆に富んでいます。スキーマの進化の過程ですよね。ソースによると V1 から V3 まで段階を踏んで進化していました。はい。スキーマは単なるデータの保存場所ではなく、アーキテクチャの革新そのものですからね。V1 は基礎工事として1536次元のベクトルデータを保存するカラムと IGFFF プラットというインデックスを追加していました。このインデックスってないとどうなるんですか？インデックスなしで類似のベクトルを探そうとすると、データベースは保存されている全データと入力ベクトルとの距離を一つ一つ総当たりで計算し始めます。総当たりってデータが膨大だと大変なことになりませんか？はい、計算量が爆発してシステムが即座にダウンします。IGFF フラットはデータをクラスタに分けて近似検索を行うためのもので、AI 検索を実用レベルの速度にするための必須の仕組みなんです。なるほど。そして V2 ではドキュメントのライフサイクル、つまり AI のエンベディング処理の失敗を前提とした設計が追加されていました。テキストをベクトル化する際、オープン AI などの外部 API に依存するため、必ず失敗する可能性がありますからね。タイムアウトとか API の制限に引っかかるとかですよね。そうです。もしエラーを考慮していなければ、データはベクトル化されないままシステマ内で迷子になってしまいます。だから V2 ではステータスカラムを追加したんです。ペンディング、レディ、フェイルド。
といったステータスですね。はい。それに加えて、エラーログ用のカラムも追加し、システムの透明性を確保しました。これで失敗したものだけを安全にリトライできる回復力を持たせたんです。でもちょっと待って。続く V3 で、過去に保存された単なる JSON 文字列のデータを正しい JSON オブジェクトに修正するためのデータマイグレーションをやっていましたよね。はい、やっていましたね。これ V3 で間違ったデータを修正するって、なんか最初から完璧な設計をしておけばよかったんじゃないのって思っちゃうんですが、実際の現場ではこういう泥臭い修正がいかに頻繁に起こるものなんですか？いや、非常に鋭いツッコミです。結論から言うと、日常茶飯事ですね。そうなんですか？実際のプロダクション環境では、初期段階でデータ構造の未来を完全に予測することは不可能です。要件は変わりますし、想定外のデータが流れ込んでくることもあります。じゃあミスを避けることはできないと。ええ。だからこそ重要なのは、ミスを完全に防ぐことではなく、情報を失わずに安全にリカバリーすることなんです。安全にリカバリーする。V3 の対応が素晴らしいのは、古い文字列データを単に消して上書きするのではなく、新しい JSON オブジェクトの中に row というキーを作って、元の情報をそのまま残している点です。元のデータを抱え込んだまま変換しているんですね。万が一変換ロジックにバグがあっても、元のデータが残っていればやり直せますからね。これもまた AI システムの不確実性や人のミスを前提としたフェールセーフな設計です。バックエンドでの AI データの扱いがいかに洗練されてきたかがよくわかりますね。では、その AI の出力をコストをかけずにどうやってユーザー、つまりリスナーであるあなたの画面に表示させるのか。次はフロントエンドとインフラ領域へつないでいきましょここ数ヶ月、Gen UI、つまり生成 AI による UI 構築に関する議論が非常に活発ですね。う。フォニックスアプリのリアクトネイティブを使った GenUI の事例がありましたね。ここで多くの開発者が陥る巨大な落とし穴があるとか？はい。LLM に対して画面のレイアウトだけでなく、そこに表示する巨大なデータセットまで一緒に生成させようとしてしまうことです。データも丸ごと作らせちゃうんですね。これをやると、トークンの消費量が爆発して、コストと遅延がとんでもないほどになります。まるで AI に辞書を一から書かせるようなものですね。解決策はあるんですか？メタデータオーバーデータ。つまり、データよりもメタデータを優先するというアプローチです。メタデータ。LLM には、コンポーネント名と最小限の引数。例えばファンドのコード番号だけを生成させます。これが数十トークンで済みます。なるほど。じゃあ実際の重たいデータはどうするんですか？それは指示を受け取ったクライアント側のアプリが通常の API を叩いて取得するんです。この事例ではトークンを2000から30に減らし、コストを100分の1に削減しています。100分の1ですか。それってレストランのシェフとアシスタントの関係みたいですね。というと、つまりシェフである LLM にレシピ作りから食材の栽培まで全部やらせるのではなく、この料理を作ってという指示、メタデータだけを出させる。で、実際の食材であるデータは冷蔵庫や別の担当者、つまり API やツールから持ってくる。そういうことですよね。まさにその通りです。LUM を重たいレンダリングエンジンとしてではなく、純粋な意思決定エンジン、オーケストレーターとして扱うのが最新のベストプラクティスです。ただ、AI からの指示を受け取る側にも防御策が必要ですよね。ソースでは ZOD を用いたスキーマ検証の必須性が語られていました。はい。AI が突然想定外の形式でデータを返してきてもアプリがクラッシュしないように、ZOD という観測で厳密に型をチェックして弾くんです。これもフェールクローズドの一種ですね。面白いですね。この役割分担のトレンドって、生成 AI でのパワポ作成の事例にも通じますか？全く同じ文脈です。2026年3月版のトレンドとして、AI が PTX 形式で出力できることは当然として、それが実際に人間が編集可能かどうかという点が非常に重視されています。最終的な微調整や手直しは人間、つまりクライアントがやるから、編集可能なデータにこだわるわけですね。その通りです。さらに、コーディングエージェントの分野でも、粗悪な実行計画を丸ごと出力させるのではなく、スキルと呼ばれる小さな単位をループ実行させる OSS が登場しています。スキルループというやつですね。ええ。そして、インフラ面でも、MCP、モデルコンテクストプロトコルのデプロイ事例がありましたね。Gemini CLI をクライエントにして、Python で書かれた MCP サーバーを Docker 化して、AWS アップランナーにデプロイする流れですね。はい。これも LLM という頭脳と
外部システムを操作する手足を完全に分離してつなぐためのアーキテクチャです。AI に全てを詰め込むのではなく、判断だけをさせる。つまり、これらはすべて何を意味しているのでしょうか。本日の深掘りを振り返ってみましょう。はい、お願いします。最初は、下心という個人の生々しい動機からの学習の話でした。しかし、システムをチームで運用する段になると、人間のミスという欠陥がギアを吐く。だからこそ、RLS のようなフェールクローズドなオートロックの DB 設計が必要になる。そして AI の不確実性を前提として PG ベクターのステータス管理や生のデータを残す現実的なリカバリー設計を行う。さらにはコストを100分の1にする GenUI や MCP のように AI には意思決定だけをさせて手を足を切り離す。すべてつながっていますね。これらはすべて AI やツールがどれほど進化しても予測不可能な失敗を前提とし、より賢く、より安全につなげるための進化だったと言えますね。そうですね。ツールがいかに進化しても、最終的にシステムを守るのは失敗を前提とした設計です。ここでリスナーであるあなたに一つ考えてみてほしいことがあります。もしあなたが明日、自分の仕事やプロジェクトでシステムを組むとしたら、どの部分に絶対に全データが漏れないオートロックや、コストを無駄にしない境界線を仕掛けますか？ AI に任せるべき決断と、人間が握っておくべき決断の境界線はどこにあるでしょうか？考えさせられますね。RLS のオートロック改札をどこに設置するか、そして LLM というシェフにどこまで権限を渡すのか、ぜひあなた自身のプロジェクトに当てはめて探ってみてください。答えは一つではないですからね。さて、本日の徹底解剖はここまでです。次回の深掘りの旅でまたお会いしましょう。